皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのまみえです。前回の動画でプルボッタナーサナというポーズを行っていきましたが、意外としんどい方も多かったんじゃないでしょうか。ということで今回はアルダプルボッタナーサナという半分の形をやっていきたいと思います。半分の形なんですけど、日本語の名前ではテーブルのポーズと言います。もうまさに見たまんまテーブルのような形になっていくポーズですので、皆さんぜひこのポーズもしっかりマスターしてからプルボッタナーサナ挑戦していきましょう。では始めていきます。入り方はプルボッタナーサナとほぼほぼ一緒です。肩の真下に手首をついていきましょう。指先はできれば足と同じ方向に向けていきたいんですけど、これもプルボッタナーサナと一緒で、この手首が90度に曲がることが痛い方もやっぱりいると思うので、そういった場合は指を外側に広げても OK です。プルボッタナーサナの場合は足を伸ばして上げていたと思いますが、今回は半分の形なので膝を曲げた状態でお尻を上げていきたいと思います。足の幅はやっぱり腰幅を基本にしていくので、拳が1つ入る程度に足にも膝の間にもスペースを空けておいてください。つま先がしっかり正面に向くようにします。膝の靭帯にあまり負担をかけたくないので、ガニ股や内股は気をつけていきましょう。では形が作れたら吸う息でお尻ぐーっと上げていきましょう。できるだけこのくるぶしの上に膝が来るようにしたいので、慣れないうちは鏡を見たり写真を撮りながら調整してみてください。膝が開かないように気をつけます。首の角度はこのままでもいいです。この形が楽に作れている方は首まで脱力してさらに胸を広げてあげても OK です。このアサナ自体がプルボッタナーサナの軽減法なので、そんなに大した軽減法は正直ないんですよね。お尻を引き上げるためのハムストリングス、お尻の筋肉キープするために体幹も使えます。また肩周り柔軟性がアップしやすいです。胸が広がって気持ちいいポーズだと思うので、ぜひぜひ行ってほしいです。それでもやっぱり軽減必要だわという方はブロック、いつもの安定のブロックを使っていきましょう。ブロック1個でもいいです。2個使っても何個使ってもいいので、お尻の下に敷いてあげるとお尻を引き上げる距離が少なくなるので、この高さ分上がってますよね。高さがある状態から引き上げて、この移動距離を少なくしていきましょう。またさらに強化する方法としては、ブロック1個を使って膝の間に挟んでお尻を引き上げます。こうすると内ももしっかり使う意識ができるので、内もも引き締めたい方はこの状態でやってあげるとさらに効果が分かりやすいと思います。膝が開かないようにぐーっと押し付けていきましょう。アルダプルボッタナーサナ、テーブルのポーズを行っていきましたが、いかがでしたでしょうか。プルボッタナーサナの前段階として、まずはこのポーズを深めてから足を伸ばして、ぜひぜひチャレンジしていていただけたら嬉しいなと思います。もしポーズのわからないことがあったり、ポーズのリクエストがあったらいつでもお受けするので、コメントに気楽に残していただけたら嬉しいです。この動画が分かりやすかった、参考になったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。胸の前で合掌していきましょう。この後の時間が皆様にとってより穏やかで素敵な時間となりますように。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。